皆さんこんにちは。横浜発ようこそ日本へ、ガイド役のお母さんです。ご無沙汰いたしました。この夏の観測史上初の暑さにバテておりました。皆様大丈夫ですか？夏の疲れは秋口に出るとよく言われます。皆さん健康に気をつけてくださいね。さて、このチャンネルは横浜を中心に神奈川県の魅力をご紹介しています。今日のテーマ、今日は日本に住み始めて間もない海外の方々にバスの利用方法についてご紹介したいと思います。バスに対する考え方が日本と他の国ではちょっと違うようなところもありますので、そんなエピソードも交えながら進めていきたいと思います。まだ語訳も多いんですが、内容を理解するのには役立つと思いますので、 YouTube の多言語字幕をご利用ください。バスの乗り方。不慣れな土地で公共交通機関を利用するのは最初は不安になるものですよね。チケットはどこで買えるのとか、お釣りは出てくるのかなとか、いろいろ不安になりますよね。そんな不安を払拭するためにも、一緒にバスの乗り方を見ていきましょう。どっちのドアから乗るの？こっち？それともこっち？日本のバスの乗り方は基本的に2種類です。1つ目は前から乗って後ろから降りるタイプです。例外もありますが、前から乗る場合は最後のバスストップまで料金は同じです。2つ目は後ろから乗って前から降りるタイプです。この場合は距離が増すごとに料金が上がっていきます。横浜市内の場合は均一料金です。前から乗って先に料金を払い、後ろのドアから下車します。支払いはカードのみという国が増えていますが、日本では現金でも交通系 IC カードでもどちらでも支払い可能です。現金は小銭のほかに千円札も利用できます。2024年7月から新しい紙幣が発行されますが、どちらも使うことができます。5000円札と1万円札は使えませんのでご注意ください。現金が使える国でもお釣りが出ないという国が案外多いんですが、日本ではきちんとお釣りが出てきますので安心してください。バスの運賃。運賃は1歳以上12歳未満は110円、それ以上は220円、税込みです。IC カードはこの丸いパネルにタッチしてください。小銭はここに入れてください。お釣りは下から出てきます。千円札はここから入れてください。同じようにお釣りは下から出てきます。外国の小銭になれるのには時間がちょっとかかりますよね。それでお札でお買い物をしてポケットが小銭でいっぱいになってしまうということがよくあると思います。横浜市内のバスは均一料金で分かりやすいので、バスで小銭を使うのも小銭を減らす方法としておすすめです。220円ちょうど小銭を探すのもちょっと大変という方は、手のひらに小銭を出してお願いしますと言いながら運転手さんに見せてください。お願いしますは誰かに何かを頼むときに使う表現です。小銭を出しながらお願いしますと言えば、あなたの気持ちを察して運転手さんが運賃分の小銭を取ってくれるでしょう。複数人分の運賃を払うとき、IC カードで複数人分の運賃を払うときは、運転手さんに大人1人、子供1人、あるいは大人2人など人数を伝えてください。
運転手さんが支払機の設定を変えますので、それから IC カードをパネルにタッチしてください。乳母車と車椅子。バスには混んでいる時以外は乳母車も車椅子も乗せることができます。小さな乳母車は前から、大きめのものと車椅子は運転手さんに伝えて後方のドアを開けてもらってください。車椅子用に運転手さんがスロープを準備しますので、そのままでお待ちください。安全確保のルール。乳母車も車椅子ももちろん折りたたむ必要はありません。赤ちゃんを乗せたまま進行方向と逆に向けてください。車輪はロックしてください。付属のベルトを使って乳母車の2箇所をバスに固定してください。私が体験したこと。ある時、バスに乗り合わせた外国人の男性の方に乳母車の設置の仕方を説明したのですが、彼は私は大丈夫ですと言ってベルトで固定することを拒否しました。これは平常時のためではなく、万が一事故が起きた際に赤ちゃんを最大限守るためのルールです。赤ちゃんの安全のためにきちんとルールに従って乗せてください。赤ちゃんを守るのは私たち大人の務めです。車椅子の場合は車内の所定の位置に運転手さんが移動させ固定してくれます。ご安心ください。バスに関する考え方の違い。お客様にお願いします。バスは揺れる乗り物です。スマートフォンなどの操作の際は転倒防止のため、ブレーカーは手すりに必ずお下げください。扉が開くまでそのままでお待ちください。韓国やキューバ、その他多くの国々では降りる前にドアの前まで移動しておくのが常識とされますよね。例えばソウルではもたもたしていると運転手さんに怒られたり怒鳴られたりすると韓国の方が話していました。韓国は何でも急いで急いで早く早くというお国柄なので、ドアが開いたらすぐ降りないと降ろしてもらえないこともあると話していました。日本は乗客の安全を第一に考えています。席を立ったり車内を移動したりするのはバスが停留所に止まって安全な状態になってからにしましょう。全員が降りるまで出発することはありませんので心配はいりません。海外での体験。ロンドンの2階建てのバスをダブルデッカーと言いますが、あのバスから降りようとした時にバスが急発進してしまって転んで後頭部をぶつけてしまったことがあります。ダブルデッカーの乗降口は最後尾にあるので、もしかしたら運転手さんからは死角になっていてもう降りる人がいないと思って発進してしまったのかもしれません。車掌さんもいたんですが、バスはそのまま行ってしまいました。ドアがついていないのでバスが低速になったら降りる人もいますから、乗客の安全は自己責任というそういう考え方がイギリスではあるのかもしれません。次はソウルの繁華街ミョンドンでバスを待っていた時のことです。驚いてしまったんですが、バスがバス停に止まらなかったんです。不思議じゃないですか。バスがバス停に止まらないってどういうことと思ってしまいますが、実は違法駐車の車がバス停の周囲に2列に駐車していて、バスがバス停に止まれなかったんです。ソウル市は慢性的な駐車場不足で、空きがあったらそこはすべて駐車スペースになってしまうという現実があって、そこがバス停でも状況は変わらないんだそうです。
これがすべて違法駐車している車です。駐車場に車を入れても車を出すのが難しそうですよね。その時にバスはバス停から20メーターぐらい離れたところに止まったので、乗客は自分が乗りたいバスが来たら走って行って乗っていました。いいとか悪いとかの話をしているのではなくて、それぞれにお国柄があっていろいろな事情があるんですよね。そういう違いを知ってこそお互いが理解し合えるんじゃないかな、そんな風に思っています。そんなに必要なの？外国の方がよく驚くんですが、日本のバスには降車ブザーがたくさん設置されています。ここ、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 そこ、あっちも日本人はそれが普通ですから気にもしませんが、外国の方は驚かれますよね。これもバスの走行中に動かなくてもいいようにという乗客への配慮なんですよね。安全確保のためです。携帯電話について、日本以外の国では交通機関の中でも普通に大きな声で通話をしていますが、日本ではマナー違反と受け取られます。携帯はマナーモードにして通話は控えるようにしましょう。バックパックについて、公共交通機関ではスペースを取ったり狭い車内でぶつけたりしてしまうので、私たちはバックパックを前に抱えて乗るようにしています。他者に対する思いやりですよね。誰かに不快な思いをさせないように、またあなた自身もしなくても済むように前に抱えて乗車することをお勧めします。この方法には中のものが取り出しやすいという利点もあります。ぜひお試しください。動物も乗せられるの？小型のペットはキャリーバッグに入れてあれば乗せることができます。体の一部が外に出ないようにしてください。盲導犬や介助犬はそのまま乗車できます。いずれも料金は無料です。今日は横浜市のバスについての情報をお届けしました。1日チケットなどの割引チケットについては別の動画でご紹介します。知りたい情報がありましたらコメント欄に書いてください。お待ちしています。あなたの横浜での滞在が楽しいものとなりますように。横浜発ようこそ日本へ。ではまた次回お会いしましょう。今日も一日良い日でありますように。